こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。実はかき揚げって冷凍できるの知っていましたか？一度にたくさん作って冷凍しておけばとっても便利なんですよ。それでは早速作りましょう。それでは最初に衣を作っていきます。私は天ぷらをするときは必ずこの専用の天ぷら粉を使います。この天ぷら粉を使うと表示通りにこの後お水を入れればすぐに美味しい天ぷらができるようになっていますが、今日はかき揚げということで、プラス卵を入れるようにします。なぜ卵を入れるかというと、かき揚げというのは具材が細かく切られているのでまとまりが良くなる、それから味わいも深く美味しくなるので私は卵を入れるようにしています。そして溶いた卵の分量っておおよそ 50cc ぐらいなんですね。なので規定の水分量から 50cc 分お水を減らして、衣を作っていきましょう。では最初に卵をよく溶きます。はい、卵がよく溶けたのでここに天ぷら粉を入れます。だいたい混ざったのでお水を足していきます。あと軽く味付けをしたいので塩も2振りぐらいですね入れていきます。普通の天ぷらを揚げるときは粉を滑らかになるほどこねない方がいいんですけれども、かき揚げは逆に滑らかな衣の方がよく揚がるのでよく溶いていきます。はい、これぐらいの粘度で滑らかになって、これでちょうどよくなりましたね。このぐらいでいいと思います。次は野菜を切っていきます。まずは三つ葉を切りますね。かき揚げなので細かく切っていきます。だいたい1センチぐらいの長さにザクザクっと切っています。切れたものからボウルに入れてしまいますね。それで今日はいろいろな具材を入れていくんですけれども、かき揚げって何にもなくても美味しいんですね。例えば玉ねぎと何にもなかったら長ネギの青い部分を刻んで、それだけでもかき揚げとしてとっても美味しくできますよ。例えば人参を細く切ったものを合わせたり、今の時期だとコーンなんかも美味しいですね。そういうものをミックスして作れば美味しいかき揚げになります。ですのでお家にあるもの何でも大丈夫なので作ってみてくださいね。では次に玉ねぎを切ります。今日はちょっとちっちゃめの玉ねぎなので1個使うんですが、大きい玉ねぎだったら1/2の1個で十分ですよ。他の具材と混ざりやすいように薄めにスライスしていきます。はい、これで切るものは全部切り終わりました。ではカニカマを裂いて入れます。ざっくりでいいのでちょっと割って細かくして入れますね。私は結構大胆に長いまんま裂いちゃってるんですけど、もうちょっと短い方が食感がいいっていう人は包丁でお好みに切って入れてもいいですよ。野菜だけのかき揚げでも美味しいんですけど、このようにカニカマとかを入れるとまたぐっと味が良くなるので、私はかき揚げの時はだいたいカニカマを入れるようにしています。カニカマが全部入りました。あと今日は桜えびも入れてみようと思います。桜えびも入れると風味が上がってとっても美味しいですよ。はい、これで具材が全部入ったので混ぜていきます。
こんな感じですね。具材全体によく衣がコーティングされているような状態ですね。こうやってつまんで揚げていくので、衣が薄いとまとまらないんですね。もしこの状態までした時に衣がちょっと足りないなと思った場合は、ここに天ぷら粉とお水を足しても構いませんので、様子を見ながらやるっていう感じですね。こんな感じですね。そんなに大きくしないで、こうやってお箸で多めにつまめるぐらいを1個分にして揚げていこうと思います。で、最初は軽くお箸で押さえてあげて、そうするとよくまとまります。こんな感じになるといい揚げ具合だと思います。で、見ていただくと分かるように、普通の天ぷらよりもちょっと揚げ色がついてる感じなんですね。私は冷凍保存することを前提にたくさん一度に揚げるので、普通の天ぷらよりもしっかりめに揚げています。で、揚げ上がりの目安なんですけれども、色はもちろんなんですが、しっかり中まで火が通ると泡が大きくなってくるんですね。これも一つの揚げ上がりの目安になります。こういうところに出てる泡が細かくなくてボコボコって大きい泡が出てくるんですよね。はい、これで全てのかき揚げが上がりました。玉ねぎ1個でこんなにたくさんできるんですよ。揚げたてはとっても美味しいので、このまますぐに食べてもいいですし、冷凍で保存する場合はしっかりと冷ましておきましょう。かき揚げがしっかりと冷めたので、冷凍保存用に準備をしていきます。保存容器は冷凍庫にも入れて大丈夫なこのようなタッパーのような容器やジッパー付きの袋を使います。保存する際に直接こういう保存容器や袋に入れるとかき揚げ同士がくっついてしまうので、私はこのようなクッキングシートを使っています。ではクッキングシートを使いやすい大きさに切っていきます。かき揚げの大きさにもよるんですが、私はだいたいいつもこれぐらいですね。2つ折りにしてここにかき揚げがちょっと挟めるぐらいの大きさにしてます。ではここにかき揚げを挟みますね。こんな感じですね。綺麗にくるんでなくてもこうやって挟んであれば大丈夫なんですよ。ジップロックの方にも入れていきますね。はい、こんな感じで入りましたよ。あとはこのまま冷凍庫に入れていただければ大丈夫です。こちらが冷凍してあるものですよ。こんな感じですね。解凍は電子レンジでもいいですし、オーブンやトースターなどで焼いても解凍美味しくできますよ。ということで今日はたくさんのかき揚げを作ってみました。実はかき揚げってとってもコスパがいいっていうことをこれで分かったと思うんですね。玉ねぎ1個でこんなにできちゃうなんてすごくいいですよね。ということでぜひ皆さんもやってみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。